Welcome back to another episode of Ikoku Nikki, or Journal with Witch. So in the previous episode, we had a few emotional scenes as per usual, but the episode ended on Asa trying to, kind of venting and trying to find excuses for everything that's happening in her mind, trying not to, come to terms with everything that's happened, trying to find some way to not fully accept everything that's happened and everything that has been shown to her of her mom, loving her and all those things. So she's really trying to find any kind of reason to not accept everything. So it was a rough way to end it, very emotional one. But let's see what's gonna happen next, where they're gonna take us next with that entire Asa's character and that plotline, right? So let's find out. So if you wanna watch this, Uncut and Blood is always on my Patreon in the description. And let's go into Journal with Witch, or Ikoku Nikki, episode 8. 姉もさ、日記を残してたの。悪いなと思いつつ、残すべきか判断したくて、ちらっと中を見たんだけど、朝当てだった。あなたが20歳になったらあげようと思って書き始めましたって。姉には20歳になっても結局渡さないって選択肢もあったと思う。あと5年も生きてたら。朝は今も母親に会いたがってる。It is such a big conundrum. 母親は生きてるでしょ。今こそ読みたい時かもしれないし、彼女自身が読む時は決めるべきかもしれない。いつ渡してやるべきかね。何それ。勝手に死んだんじゃん。何？日記って。お母さんもマキオちゃんも私に隠して。ムカつく。ムカつく。 Man, poor Asa. ムカつく。ムカつく。朝、あなたの名前は必ず来る新しくて美しいものという意味を込めて一生懸命考えました。あなたが誰からも愛されるよう心から願っていますし。Oh, don't show this out the bad, man. あなたがどんな人になって何を選ぶのか今は何もわからないし、ずっと先もわからないかもしれません。でもあなたがあなたを好きでいられる人であればそれで十分だと思います。それは大きな穴を覗き込むような作業で、その暗い穴の底には本当は母は私を愛していなかったのではないかという怪物めいた恐怖が潜んでいたのだった。朝、お母さんはあなたのことがわかんないじゃん、こんなの。 Here it is. わかんないじゃん。なんだって書けるもん。わかんないじゃん。わかんないじゃん。 It's crunch time, so I'll be cooped up in my room. Go ahead and eat without me. Sorry, there's some food in the fridge. Such a rough scene, but I already talked about it in the previous episode, right? It's so sad seeing Asa trying to cope like that. ただいま。 Wonder. It's crunch time. 気に入った？お誕生日おめでとう。朝、ありがとう。大事にしてね。The timeline is creeping up. Or the deadline, not the timeline.
もう行くの？朝、挨拶。いってらっしゃい。できます。I wonder what kind of character arc are we going into here? 奈良さん、ちょっといいですか？はい。欠席なんだけど連絡取れなくて。え？風邪じゃないんですか？She's not at 秋代 school? さん、こんにちは。昨日と今日朝が欠席してるの。私は朝から風邪だって聞いてたんですけど、学校に連絡がなくて先生がどうしたのかって聞いてます。電話出てほしいそうです。I see. She's been skipping school. 連絡はありがとう。担任の大垣です。朝のおばの広大です。すみません。お電話出られず。いえいえ、朝さんは大丈夫ですか？それが、昨日も今日も普通に家を出て行ったので、当然学校にも行ってるものと。そうですか。なるほど、わかりました。帰宅はいつも通りですか？はい。昨日はいつもと同じ時間に、夕方に。もうどうしよう。大丈夫です。これから対応していきましょう。Oh, she's really nice. The homeroom teacher. 今まで学校サボるとかなかったんですね。だから、なんか、理由があると思うんです。多分変なことはしないと思います。私まで嘘つかれてたのはちょっとショックだけど。そうね。ありがとう。エミリさん。はい。朝の行きそうなところを教えてくれるかな？とっ捕まえてくる。え？広大さん、今日も帰宅してくるようなら、それから話し合われても心配なので、じっと待ってることはできません。She couldn't get any work done. もう授業だね。ごめんなさい。後で LINE してください。先生もご心配おかけして。Yeah, I definitely wouldn't be able to concentrate if I were her. 今度面談ありますし、お話ししましょう。はい、お願いします。では失礼します。大丈夫かな、マキオさん。奈良さんは匠さんとは幼なじみなのよね。はい。匠さんの亡くなったご両親ってどんな方たちだったのかな？お母さんはすごいきちんとした人でした。お父さんは割と空気で、でもわかんないです。本当はどんな人かなんてわかんないよなって、私も最近思うから。奈良さんって大人。What a nice teacher. こんなことじゃないだろう。それに、思ったより簡単だったんじゃないか。人に頼るの。手伝ってって言うだけだったろ。全然難しいですけど。広大さん。Is that the lawyer? Yeah. 河野先生、助かります。どこにいるか心当たりは？行きそうな場所は聞いたので、そこを回ろうかと。すみません、大ごとにしてしまって。いや、大ごとにした方がいい。Yeah, this guy's also really, really nice. He's doing a lot. いわば後ろ盾をなくした状態です。子供というのはたびたび大人を試したがりますし、親でなくともこれだけの大人たちが自分を心配するのだと、ちゃんと見せた方がいいのではないかと。Wow, that's a very nice thing to say. そうですね。とっちめてやる。君、怒ると怖いから、ほどほどにな。みんなは持ってるのに、私だけ持ってないとかおかしくない？エミリは今年だけで5センチも背が伸びて、千代ちゃんは顔 Here we が go. 可愛いのに頭も良くて、アスカちゃんちは超お金持ちで、私だけ何にもない。ずるい。ムカつく。ずるい。ムカつく。ずるい。全部お母さんのせいじゃん。全部。お母さんが勝手に死んだからじゃん。
Poor thing. 入れる準備ができ始めたんだろうか。 朝、両親が亡くなったことを。 Yeah, she's getting to the point where she's gonna need to do it, and I think she realizes that she's trying her best to avoid it though. そうやって傷んだ自分を少しずつ一人で消化しようとしているのかもしれない。どう行動すればいいかまだわからないのかもな。私は白状だから、父が死んだ時もちっとも悲しくなくて、それは今もなんだけど、嫌いでもなかったのに少し寂しいなぁと思うくらいで、だから朝にかける言葉が見つからないんだよね。君が白状？冗談言え。むしろ劇場家だろう。割に怒りっぽいし。それはこの辺ですか？ああ、この近くの駐車場に止めました。この先のタピオカ屋？そう、前にそこで長居したことがあるんだって。へえ。学校サボってタピオカ飲みますか？っていうか、サボって何するのかね？私もわかりません。え？二人とも学校サボったことがない？ Damn. Wow. 私は早朝勉強会というものに参加したかったので。あ、俺一回だけあるな。高一の時、友達に誘われてラーメン食いに。That sounds nice. あるんじゃん。楽しかったよ。当然バレたけど。先生は軽く叱るくらいで見逃してくれたし。でも、家に帰ったら、親父が俺を見て舌打ちして。お父さん。 That's cute. 血の気が引いてね。それが最初で最後。それ、お父様にWow. 申し上げたいですね。対話すべきところを舌打ち一つというのは感心しません。そんな、たった一回のことで子供の実 That is true. That is true. Very true. しているにもかかわらず。あ、すみません、ご家族のことを。 Dude, this guy is もっと聞きたいっすね。 awesome. 親父の悪口。ぜひ。だって、家族の悪口ってなかなか。いましたね。 She is there. 飲んでるな。学校サボって。あんにゃろ。マキオさん、冷静にな。 That's so. It's really cute from Makio, you know. なんだこれ、すっごい弾力。重いな。そうなんだよ。俺も差し入れでタピオカ？あるんだけどさ。これ昼食代わりにできますね。ああ、無理かも、完食。なあ、若さって偉大だな、朝さん。すごく心配したよ。嘘だ。マキオちゃんに好かれたいだけでしょ。俺は君も大事な友人だと思ってるし、心配もするよ。そう言われるのは悲しいな。お待たせしました。行きましょう。二人で後ろに乗って。ありがとう。なんで？なんなのみんな。学校、休みたいなら休みたいって言えばいい。大勢に嘘をついたことは感心しない。嘘ついてるのはそっちの方じゃん。私が？ Here we go. 隠してた。 Here we go. お母さんのやつ。マキオちゃんの部屋の奥に隠してたじゃん。見つけたもん、私。朝さん、勝手にマキオの部屋に入ったのか？そりゃ君、家族でも。笠町くMm. ん。親父みたいで最悪だ。朝、あれは隠していたわけじゃない。あなたにはあれを読む権利がある。てか、部屋汚すぎて引くんだけど。人の住む部屋じゃないから。 Changing the subject instantly. Yep. ここで私を傷つけようとしても、 Yep. 何の解決にもならない。まずは対話をすることを忘れないで。 Man, I do feel for Makio. I don't know what you do in that kind of situation, right? Where you have this thing that's supposed to be given to Asa when she turns 20, and you know that it can be filled with some life-changing stuff, right, in it. But also, you don't know if what if the mother never actually gave it to Asa.
Like, what if she wants Asa turn 20? What if the mom was like, actually, you know what? I don't think this should be given to her. Do you have the, what do you do then? Do you still give it to Asa here because the mom's no longer there? You don't know what the actual intention will end up being or would have ended up being with the mom. So you don't know what's the right thing to do. And also, even if the mom did actually plan on giving it to Asa when she was 20, is it right for you to talk about it to Asa right now and give it to Asa right now when she's like, what, 15? Or do you wait? It would be such a conflicting situation for Makio, right? So I fully get why she was so apprehensive about it and why she needed to talk to Kasamachi about it and all those things, right? I would be very lost as well in that situation. じゃあな、朝さん。話し合えよ。では、私もこれで。本当にありがとうございました。笠町くんもまた連絡いいよね。マキオちゃんは大事にしてくれる人がいっぱいいて。みんなあなたを心配して手伝ってくれたの。Yep. She isn't seeing the situation. 誰かを一番に思うというのはすごく大変なことだ。私には想像もつかない。でも、あなたのお母さんの日記を見たとき、これはそういうものだと思って。Wow. 読んだの？読んでない。ムカつくから。処分すべきかどうか確かめただけ。だからあれは隠していたわけじゃなく、いつ渡すか決めかねていたの。どうぞ。こんなん読んだって、お母さんが本当は何を考えてたかなんてわかんないじゃん。そうだね。それが引っかかってるの。とりあえずお茶入れようか。私がお母さんはこう思っていたはずだと言えば気が晴れるのかもしれないけど、それはできない。わからない以上気をつけてはいけないから。亡くなった人には弁明する機会もないし。Showing you a certain side of her, right? 理屈では。まあ、私の言うことが全て正解ではないからね。だから今から言うことは完全に憶測になってしまうんだけど、あなたのありようを見ていると、あなたは愛されて育ったのだろうなと私は思う。もしそうなら、私の姉も Wow. だったんじゃないかと。This is the most positive I've seen her talk about her. お誕生日おめでとう、私はそう思うよ。嫌いなのに、それとこれとは別。マキオちゃん、大事な人が死んだことある？ Father? ない。 だけど、とても悲しいことがあった。それを誰かと共有するつもりはない。なんで？寂しいじゃん、そんなの。寂しくはない。私はね。私にとって自分の感情はとても大事なもので、それを踏み荒らす権利は誰にもない。 Interesting. それに、誰も絶対に私と全く同じように悲しくなることはないから。だから、誰とも分かち合わない。全然わかんない。 They're so different. わかんないよ。 Man. ともかく、少なくとも誰かに何かを書き残すことは大変なことだから。とても大きな気持ちがなければできることじゃない。は？何それ？マキオちゃんの小説も？かもね。お茶飲みなさい。買い出し行ってくる。Man, with Asa, it feels like she's getting to the point. I think Makio said something similar earlier in the episode, but it definitely feels like she's getting to the point where she knows that she's going to have to accept it soon, right? And she's doing everything that she can. I feel like that's why her emotions are so heightened. That's why she's so irritated. That's why she's so like acting the way that she is because I feel like she is feeling the entire situation creeping up on her and her having to fully come to terms with it. She's running out of excuses for it. She is. Yeah, I think that's why she's getting more and more emotional now, right? I think this is kind of like where the entire situation is gonna kind of like peak with her. So I wonder how she's going to take that. 孤独を
は寄り添うのに、私にはちっとも優しくなかった。Wow. Don't do it. 私は絶対に正しい真実を欲しがった。なのに、There's no such thing as an absolute. それを示そうとしなかった。There's no fix for everything, you know? 悲しみは果てのない長い長い浜辺を歩くようなものだった。ずっと先で砂と水と空とが溶け合っていて、どこで尽きるかもわからないような美しい浜辺だ。一歩ごとに足が沈み、砂粒が指の間に入り込み、寄せる波に足首が濡れる。冷たい怒りが足元を濡らすたび、ハッとして彼がいないことを思い知る。俺の竜は死んでしまった。もういない。これからどうすればいい？忘れよう。いや、許せない。殺してやる。誰を？話したい。誰に？眠っていたい。寄せては返す波ごとに、ルカの心は小舟のように揺れた。この浜辺はいつまで続くのだろう。彼女はなぜ誰もなくしたことがないのに、こんなものを書くのだろう。こんなものを書くのに、なぜ私を真に理解しないのだろう。なぜそれを知っているのに、たとえその場しのぎでも欲しい嘘を決して私にくれないのだろう。Oh. お父さんとお母さん、死んじゃった。そうだね。That was that. It finally happened. She finally had to accept at least the fact, right, that they're dead. She finally voiced it. Man, wow, what an ending to the episode. So yeah, it definitely felt like the past, I guess, 2 episodes or so were very much building up the moment of Asa having to fully accept it. She's been making excuses for too long, and I feel like she's been exhausting all of them. We still don't make excuses from the beginning, right? But it finally had to have happened, right? This kind of acceptance had to have happened at some point, and here it is. Wow. What a scene. What a scene. I really like how Makio was obviously saying how she deals with everything, how she likes to keep her feelings towards Sao because they're her feelings, right? She doesn't find it lonely to not share them with others. Meanwhile, Asa is obviously the type who needs to share her feelings with others, you know, for comfort and to not feel lonely, to feel like somebody is there for her, right? Obviously being two very different people then. But then her reading the
the book and seeing how Makio is talking about basically the exact thing that Asa's feeling, right? So kind of like the opposite of how Makio said that she was dealing with everything, right? Man, wow. Makio is awesome. Makio is so interesting. I said this before, I really like how they made Makio, or how Makio as a character is a writer. I think it adds so much to the story because of the way that she speaks, because of it, and also like all of the advice that she can give and how they use like her books also here in this episode. It's so interesting. Wow. Yeah, that was really sad. Really sad. I also love Kasamachi, and the lawyer, that lawyer guy is amazing. He's so cool. He just stepped up. He had no obligation. There was no work obligation for him to actually go that far for them. Even go as far as to like read some of Makio's novels and like show up here to drive them around to find Asa. He had no obligation to do that, but still he just seems like a really cool guy. Also, I really like the things that he said. He speaks his mind so clearly. The things that he said about Kasamachi's dad, that was so cool as well. I think he's absolutely right, you know. But I mean, the thing that he said about, you know, one small action of a parent can hurt a child's self-esteem for their entire life or something along those lines. I 100% agree. We've talked about that before. I feel like I've talked about it before in previous episodes. We've seen it before, like even Asa, who has memories of her mom, who, like when she was probably in a bad mood, when she was mad, whatever, who said some things that were pretty harsh, right, to Asa. And those things are just not things that you forget. But are those things a sign of a bad or abusive parent? Not necessarily, right? Definitely not necessarily. Every single parent is gonna have a few moments where they make a mistake, right? Especially if it's their first kid or only kid. So yeah, really cool episode. Absolutely fantastic episode, man. Every single episode, man. Every single episode just makes me it just gets me to feel so much. Anyways, I'm gonna end it here. Hope you guys enjoyed. If you did, make sure to like and subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.